はい、明けましておめでとうございます。いやー、2026年なんて信じられないですけど、はい、1月3日の蟹座の満月図、午後19時3分で起こる満月図についてお話ししていこうと思います。なんかね、激しく外で猫が鳴いてますけど、皆さん2025年はいかがお過ごしでしたか？私はね、もうすごい年でしたね。もうトルコにね在住してたのを、インドに移住して、トルコは夫の国なんでね、そういう意味では安全だったんですけど、インドってなるともう2人とも外国人になってくるので、また本当に新しい環境でのスタートっていう感じで、すごく刺激的なことばっかりが続いていたし、すごくチャレンジが続いていたような2025年でした。で2026年も私なりにいろんなことができればなと思っております。はい、はい、それではですね、今回の最大の特徴っていうのは、この5ハウスヤギ座に集中している、星だと思うんですよね。太陽と、金星がコンジャンクションしてて、そして水星と火星が近くにあるっていうことで、もうこれだけ集まってると、なんかもう私は、誰なのかって言っちゃうとあれなんですけど、その本当に自分ができることっていうのを表現していこうねっていう話になってきて、そしてヤギ座であるっていうことで、それが単なる遊びじゃなくて、かなり本気っていうのかな、なんかもちろんこう自分らしい才能を出してるのが本当にこうグラウンディングって言葉分かりますかね。お金になっていったり、すごく現実的なものになっていったり、本当にこう、誰かに認められるような形になっていくっていう感じだと思うんですね。しかも金星がコンジャンクションっていうことで、やっぱりそれは好きなことだったり美しさ、喜びとか自分らしさっていうのに関係してくる。でもそれがすっごい好きなのに、なんかちゃんと価値がついてくるみたいな感じの状態になってくるような感覚のものだと思うんですね。でそうなるとさ、かなり自分らしさを出していかなきゃいけないって分かりますかね。私例えばだけど日本に帰ると、なんかこう抑えた服装しなきゃって結構思うんですよ。やっぱり皆さんと同じような色合いとかこうマテリアルっていうのかな、服の種類を着たりとか、ある意味浮かないようにしなきゃっていう意識が結構働いてくるんだけど、でも例えば私結構タンクトップが好きで、タンクトップよく着るんですけど、もう本当にアラフィフなんで、あの腕をそんな丸出しにしないっていうか、日本だったらだよ、しないとかで、結構もうそういう服装しないとかあったり、あと髪を染めてないから白髪があるんですけど、それはそれで私はすごいこうネイチャービューティーっていうか、すごくその美しいと思ってやってるんだけど、結構日本だともうそういう風なナチュラルにっていうのはしないじゃないですか、結構ね。だから自分が本当にいいなって思ってるものをこうその社会の中で貫いて、それが本当にいいんだって表現していくのって意外と難しかったりするんだと思うんですよ。で私最近こう気がついたのは、なんて言うんだろうな、その自己価値っていうのかしらね、自分らしさをこう抑えるのって日本人だけなんじゃないかなって思い始めてきたっていうか、もちろん繊細な方っているんですよ、どこの国の方でも。
特にヨーロッパ圏の方っていうのはすごく繊細で気が使えるし、いろいろなことを繊細に考えていらっしゃいますけど、でも自分に価値がないとは皆さん思ってないと思うっていうか、結構自分のことを信じてるっていう方はもうほぼほぼで、アジア圏、例えば台湾とか中国とか韓国とかの方もみんな自分のことを基本的に信じてるんですよね。だけど日本人だけがなぜか本当に自分に自信がない、自分というなんて言うんでしょうね、その価値がわからないし、自分が本当に好きなものっていうのを表現したらやっぱり周りからどう思われてしまうんだろう、叩かれちゃうんじゃないかっていう恐怖を抱えていたり、だから抑えてるうちに分からなくなっちゃったりだとか、なんかそういうことっていうのがすごくあるような感じがするんですよね。でこれって結構なんか教育とかさ、なんかあと島国だからっていう人もいますよね。島国だからちょっとみんなで合わせてやってないとなんか社会がダメになっちゃうから、自分を出しちゃうと浮いちゃうからやっちゃダメみたいな風に言われてたりだとかして、出せない。だから私たちってすごくDNA って言ったらあれなんですけど、結構深いレベルで自分のこの好きなものを出していくっていうのが結構躊躇するテーマなのかなって思うんですよ。こんなに4つも星が集まってて、もうそれをオープンにしてやりましょうって感じだけど、意外となんかなんて言うんでしょう、そこに対して躊躇があるっていう方って多いのかなっていうふうには感じてるんですね。でもそこをちょっと掘り下げて、本当に自分の好きなものに正直になっていくっていう作業を丁寧にしていただくといいかなって思いますね。私もなんか小学校ぐらいから自分って結構変わってるのかなって思い始めて、なんて言うんだろう、小学校の時にすごい好きな音楽がブルガリアンポリフォニーっていう、なんかもう本当に民族音楽っていうんですかね、それがすっごいもう感動しちゃって、その市役所じゃない、図書館か、タダで借りられるような CD コーナーみたいなので見つけてすっごい感動して、それですごく海外文化とか、あとなんていうんだろう、もうその高音とすごくなんか気持ちをぶち抜かれるような音楽っていうのにすごいもう度肝を抜いたっていうか、すごく感動しちゃって、でそれからそういうなんていうんでしょう、民族系の音楽だったり、本当に意識が変わるような音っていうのがもう大好きになっちゃって、それで今はもうサウンドヒーリングみたいなのもやってたりするんだけど、でもそういうのって他の小学生とかって全然別にはって感じだったっていうか、別に全然好きじゃなかったと思うんですよ、多分なんですけどね。もっと J-POP みたいのが皆さん好きだったと思うんですよね。だけどなんか私の場合っていうのは結構素直にこういうのがすごい本当に好きだっていう気持ちがすごく強くて、でそれをとにかく追い求めて、今海外に住んでるっていうのも、とにかく海外に住みたいっていう、なんかとにかくもう自分の気持ちを追い求めてそれをしているし、それが実際仕事になったりとかもしてるんですけど、でも本当にすごく私も分かるんだけど、日本社会にいるともうそんなことできないっていう空気、そんなことしたらもう目立つし悪目立ちするし、ちょっとおかしいんじゃないけど、ちょっと異常な人、私も日本に行ったらめちゃくちゃぶっちゃけ浮くんですよ。だから本当になんか気を使って、結構服とかも気を使って、言葉遣いとかも気を使って生活しますし、だから自分が本当にこれだって思うものを見つけるのってすごく難しいのはすごくわかるんですけど、でもそれでも自分が何が好きだったのかな、それがたとえマニアックなものだったとしても、
それを突き詰めて考えてみると、なんかそれが本当にこう現実化するようなもの、皆さんの才能としてこう形作られていくような、そういう、新年の最初のね満月になってるかなって思います。そしてもう一つの重要な点としては、8ハウス魚座に海王星と土星かながあるんですよね。でそれがなんていう、その自分の才能を出した時に本当になんか浮いちゃうかなって思ってたものが、なんかこうなんか意外と認められるっていうか、意外ともう仲間に入れたりするみたいな、みんなにこう「ああいいね」みたいな感じで普通に受け入れられたりとか扱われたりするっていうような感じの流れも来ている。ただ同時に私たちってさ、ノーって結構言えない文化だと思うんですよ。やっぱりさっきの島国じゃないけど、皆さんの気持ちを察して、だから一応角の立たないような言葉を言って、でなんかこうノーって強く言わないような文化できちゃったけど、ただ境界線をはっきりしないのもちょっと危ないっていうか、なんか危ないっていうか、ちょっと嫌な感覚になるような、そういう配置でもあるのかなって思うんですね。私最近もうなんかこう我慢することに耐えられなくなってきちゃって、ちっちゃいことのなんて言うんでしょうね、ちっちゃいことの歪みっていうか、まっすぐじゃないこと、例えばなんですけど、最近私の家で2週間に一遍なんかこうお家をクリーニングしてくれる方が来るんですよ。それは別に私がお金持ちとかそういう話では全くなく、そうしないといけないっていう理由で来てくれるんですね。そういう方が来て掃除してくれるんですけど、その時になんかその方が病気で23日来れませんってなって、それで毎日その方が来るのを見越してこう家をある程度片付けて、それで3時ぐらいっていうのかな、10時ぐらいから3時ぐらいまで家を開けてこう23日それを繰り返したわけですよね。で3日目ぐらいに「今日も来れません」ってなった時に、ちょっと私も結構ブチギレたって言ったらあれなんだけど、いや私が借りてる家だしね、お金も払ってるものだから、そんな毎日毎日外に10時から3時出かけられないじゃないですか。で別に私が頼んでるわけじゃなくて、大家さんがこう来てほしいって、クリーニング呼んでほしいって言ってるからやってるだけであって、だからそれは困るんだみたいな感じで、ちょっとブチ切れたっていうか、こう結構バッて強く言った瞬間があって、でその時になんか大家さんは「あ、そうですよね、そう分かります」って言ってまっすぐ次に違う方を手配してくれたんですけど、だから私はその時気づいたのは、こういう小さいことでも私は自分がこう溜め込んでたんだなって気づいたっていうか、やっぱり境界線、自分が本当にこうしてほしいってことに対してははっきりこうやっぱり言っていかないと、やっぱりこう共同生活をしていく上ですごくストレスがちっちゃいことでもたまるんですよね、やっぱりね。だからちっちゃいことでもそういうことをはっきり言っていくと、逆にもう角が立たないし、クリーンな境界線っていうのかな、人間関係になっていくので、そういうふうにしていくのがおすすめかなと思います。はい、それでは2026年最初の配信はいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。私はね本当にもう、滑舌が本当にあんまり良くなくて、ただもうこの西洋占星術の星で見ると、私はやっぱりこういうちょっとユニバーサルローみたいな、宇宙の真理みたいなことを喋るとすごくいいっていうような配置なんで、すごく自分にやろうって思ってやってるんですけど、何しろでね、今年もよろしくお願いします。それでは次回の配信をお楽しみに。ゆうかでした。